はい、始まりました。今日はですね、リクエストに、はい、お答えしていくコーナーになっていくんですけども、なるほど。狡猾な現実師ミーンになります。もうなるほど、はいはい。これやってる人、我の中でもいましたね。そうですよね。身内の中で友人がやってたことがあったんで、まあちょっとやりやすいのかなと思いきや、そのリクエストされた方が、はい。こいつ見る限り、どう考えても78の、はい、そうですね。デッキじゃないですか。その方が、89でなんとかいけないかと。なるほど。ガチでいけないかっていうリクエストをいただきまして。まあ、それなりのチューニングは必要だと。そうですね。だから、まあ、一応、90っていうのは、まあ、逃走者、限られてくるんですよ。もう、逃走者の時点で90っていうのは決まってくるので、そうね。こいつは90はありません、正直。ないですね。見ればわかります。ないでしょうね。でも、一応、8でも、要は、90で戦うことはできるので、できますね。もちろん、逃走写真で、エドリックが優勝してらっしゃいましたよね。正直エドリック8だよね。エドリック8ぐらいなんで、必ずしも90ないからといって戦えないかといったらそうではないので、そうですね。はい。こいつを、ガチ卓に持ち込むために、その前提で、その前提でどうすればいいのかっていう解説のリクエストになります。はい、なるほど。今日は。はい。わかりました。じゃあ、まず、能力をまず説明します。はい、こいつのテキスト長いよ。まず3マナ、13 で、自分が、セカンドドローしたときに、1-0のイリュージョンが1体出ると。はい。こいつ以外につき 1-0 の修正を受けるっていうイリュージョンが生成されると。セカンドドローするたびに。11のね。はい、1だから単純に1の、はい。1体出てきたら11です。はい、2体出てきたら、その2体とも21になりますと。なるほど、なるほど。そういうことなんですね。はい。で、そいつが1体でも死亡したら、そのパワーに以下であるパーマネントカードを1枚戦場に出してもいいという。はい。はい。青なのに出てくるのはパーマネントだと。なるほど。あるかな、パーマネントみたいなね。青なのに。大体ファクトやろと。そう。まあでも、簡単に調べた感じ、まずこいつの勝ち筋がすぐ出てくるんですけれども、はい。曇り鏡のメロクというね、カードになりますね。はい。こいつは5マナ24飛行で、1マナで土地を、自分の土地を1つ手札に戻すと、11のイリュージョンクリーチャーが出てくると。はい。ということは1マナで、土地を戻して、イリュージョンを生成しますと。生成すると。はい、そうすると土地が出せると。そのイリュージョン死ねばね。イリュージョンが死ねば。ということは、作り台があれば。はい。はい。手札に戻った土地が出せますと。で、無限、ただのループ。ループは生じますが、作り台の方に何か効果ついてれば。そうですね。例えば、それが、区切台だったら無限マナー。はい。爆破記事だったら無限ダメージ。はい。狂気の祭壇だったら無限ミル。はい。できるっていうコンボになりますかね。はい。はい。まあ、それは、こいつ専用の、コンボですね。そうですね。ミーンの専用のコンボで、主な勝ち筋はそれだと思うんですけども。はい。まあ、それで考えると、普通に考えて78の構成になるんですが、それを、どうやって、89に持ってくかっていう話なんですけど、まず、セカンドドローするカードの紹介からいきましょうか。はい。こいつ、とりあえずセカンドドローはしなきゃダメだと思うんですよ。はい。まず、セカンドドローして、イリュージョンは言わしなきゃいけません。はい。何があっても。はい。はい。まず、セカンドドローのカード、特別な、カードはあんまりないんですが、例えば大当てとか、インスタントでセカンドドローってちょっとあんまり喋ってなかったんですよね、正直。ないですね。ないし、だからといって、例えばセカンドドローにするために、ドロー効果増やすカード
例えばテフェリの絵の盗撮とかアルハマネット書庫みたいなね、あるでしょうか、はい、まあちょっと重すぎるし、そうなんですよね。高レベルのこと考高いと、えると、はい、ちょっと使えるカードではないですね。だからまあ極限までなるべくコストを下げると、まあいわゆる危険な研究っていうカードが2マナのインスタントで1枚だけあるんですけど、はい、パーマネントをサクって2ドロー、はい、2マナのインスタントで、これが一番インスタントでは強いはずなんですけど、ましてやはい、サクることによって効果誘発しますね。しますからね、はい、はい、一応まあ相性はいいカードですね。まあ、あとは、まあ、超母先であったり、はい、であと1マナのソーサリーがで1ドローっていうのが一番いいんじゃないかなと思いまして、まあ普通に使えってことですね。そうですね。まあギタチョウ、ギタチョウゼロですから。ギタチョウゼロですから。ポンダー、帝豪、ブレストはインスタントで、ね、ブレストはかなりいいですよね。めっちゃいい、めっちゃいい。ただブレストとして使うと相手のターンブレストってあんまり強くないっていう、確かにあんまり強くないっていう問題があるんです、ね、あるんだけど、そうですよね。フェッチは入れるかな、確かに、はい、そうそうそう。でまあそんな感じで2ドローはまあしてくださいということで、はい、まあでイリュージョンは並べるでしょうね。とりあえずまあ増やせます。で、はい、どうやって勝つのかっていう話なんですが、はい、まあ、僕ちょっと海外のちょっと空想の海外を経由しまして、はい、どんな感じでやってんのかなってことで、はい、想像してみたと。想像してみました。空想の海外の C 卓の要はの検索かけまして、はい、はい。すごい検索かけまして、はいはいはい、はい、脳内検索ですねこれは。そこでは一応ヘイトファクトで勝つのがいいんじゃないかって言ってらっしゃる方がいて、なるほど、はいはい、まあ検体の宝珠であったり冬の宝珠であったり、はい、まあエンチャントですけどバックトゥベーシックとか、はい、あとはチャリスとか、はい、まあカウンターバランス、あと秘技の研究室とか、そういうやつですね。秘技の研究室って何でしたっけ、僕知らなかったやつ。法の定めついてるんですよね。法の定めついてる、うん、とかでまあ要はちょっとソルティーなカードになりますが、はい、まあ C なんでソルティーはまあありなんで、大丈夫です。はい、はい、まあ単色なんでね、はい、そのメリットを生かしていかなきゃいけないから、そうです、まあ、まずバックトゥベーシック入れるよね。まあそうですよね。そういう話になるもんね、これ。まあそれで要はまあ遅めのオレンジの戦いになると思います。はい。遅めのオレンジ。そうね、素早くコンボ決めるようなタイプのデッキには絶対ならない。ならないんで、レンジを遅めていくと。そうですね。はい。いう話にはなると思います。で、まあ並んでいくじゃないですか。ヘイトファクトを置いて、そのドローしてってイリュージョン並んでいくじゃないですか。うん、でイリュージョンをもしサクった時に、うん、このヘイトファクト出てきたら、うん、相手は嫌だなってなるんですよ。なるわね。だからイリュージョンが倒されない。イリュージョンは倒されないですね。こいつなんとタフが1で簡単に死ぬのに相打ちしか取れないから、そもそもレベル高くたくほどブロックできるクリーチャーいないんで、そうですね。相対的にめっちゃ損するからブロックしてこないと。そうです。そこで僕が考えてきました。うん、メインの勝ち筋としまして、はい、殴るという。はい、いやまあそうなんだけどね。いや実はこの統率者殴れって書いてある。そうなんですよ。いやそれ間違いないんですね。はい、これはね多分僕まあリクエストされた方は想像してたかどうかわかんないですけど、一番強い勝ち筋は殴るって勝つだと思いますね。はい。で殴って勝つプランを完遂するためにゲームレンジを遅くすると。そうです。はい、なるほど。まあ遅くするとこまでは良かったと。まあとりあえず殴るんでしょうね。うん。でまあ一応殴るっていく上でまあ例えばタッサの矛っていう、うん、タッサの何でしたっけ、二股矛、うん、あれ殴って泥を誘発するじゃんと、うんうん、あれを入れようかどうかっていう話になると思うんですけど、うんうん、あれまあね入れればいいじゃんと思う方も
ね、いいドロー2ドル誘発してはいはいはい殴るんだから、それはね実はやめといた方がいいんじゃないかと実はやめといた方がいい。そう、実はやめといた方がいいんじゃないかという話になりまして。と思うんですよね。はい、実はこいつ究極的には殴って勝つんだけど、コンボ決めるぞっていう顔しながら、そう無理をしなきゃいけないんで顔しながらドローを進めて、はい、コンボ探してるんだな、妨害札集めてるんだなっていうふりをしながら殴り切るという。そうですそうです。だからね、いきなりタツさんの方向出てきたら、イリュージョンちょっとやっとかなきゃいけないっていう話になっちゃうんで。なっちゃいますね。はい。はい、イリュージョンをやったらファクト出てくるの嫌だなって思わせつつ、はい、殴っていくと。というちょっとなんでしょうね、狡猾なプレーが必要と。狡猾なプレーが必要だと思いますね。それが一応メインの勝ち筋になりますかね。うん。で、僕がそれを思いついた中で、はい、ティームさんが最終的に、はい、あれこれもしかしたら追加ターンよくねって話になってまあ青で殴るっつったらね。そう、あれこれ追加ターンまあ普通に入るじゃないですか、うん、入る青だったら追加ターンあるじゃないですか。これ殴るんだったら追加コンバットだぞっつっていう話になりまして、なぜか追加ターンをし始めます、はいでなんかコンボ来るのかなとか思われながら、はい、実は殴っていくというまあひょっとしたらこれ聞いてて本当にそんなんだね勝てんのかと思うかもしれないですけど多いと思うんですけど、はい、実はだから90レベルの人ばっかりの卓だと、はい、逆に強いまであります。そうなんです、はい、そうなんですよね、まあ、そもそも殴ってくの除去できないですし、ブロックするのも嫌だし。確かにそうね。まあそんな感じで、このミーンのプランとしては一番いいんじゃないかなっていうのが結論なんですけど、例えばそんな中で、まあ、紹介し忘れたと言いますか、いいなと思ったカードって他にもあったと思うんですけど、例えば真理の円。はい。真理の円って何でしたっけ3マナのエンチャントで、3マナのやつ、はいはい。攻撃以外の、はい。能力とかそういうのでね、はい、タップしたらクリーチャーが、はい、ワンドローできるっていうエンチャント。はい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 。なるほどね。マナクリとかが、タップしたらワンドローできますよとか、はい、要はヘイトワクトを置くことによってそういうなんかね、マナクリの価値とか上がるので、そうですよね、なんだけどマナクリをタップすると今度はドローされちゃうと。まあそれは嫌でしょうねというところですね。そういうのが良かったりとか、煙突っていう有名なカードがあるんですよね。スタックスですからね。はい。アップキープの開始時に煙突の上にカウンターを乗せると。手も良い。手も良い。でカウンターの乗ってる数生贄に捧げるとパーマネント各プレイヤーのアップキープの開始時。はい。だから1個ぐらいだったら乗せても。毎回1個ずつサクってくっていうね。2個でもまあワンチャン大丈夫。こっちはでもイリュージョン死んだらやばいですよ。そうだからイリュージョン殺しすぎない程度にそうですよね。使っていかなきゃいけない。でもまあ相手のパーマネント並んでなくてもう明らかに投資とかマナハクトとか手つけなきゃいけないっていうんだったら乗せてってそれで圧殺するでも別にプランとしては成立するんで。あと拒絶っていうカードがいいんじゃないかっていう。これもう完全に専用カードですね。これ1マナでインスタントで青のパーマネント1個サクって自分を打ち消せるっていう、最強ですね。イリュージョンなんと殺せると。そうですね、これ入るでしょうね。イリュージョン殺して性別されたスフィンクスとか出してカウンターもしちゃう。最高ですね。まああとはその寺院の鐘とか三日月の神が入るかどうかって話もあったんですけど、それはちょっとね、こういう全員ドロー系はね、ちょっと微妙ですよね。結局自分がプラス1、対戦相手がプラス1だから結果マイナス2しとると、いう効果になっちゃうんで、カジュアルだったら入るかもしれないけどって話だったんですよね。そうなのよ。まあこんな感じで紹介してった中で僕がちょっと見つけてきた
今のプランに適切だと思う面白カードが1枚あるんですけど、大丈夫ですか？もう面白カードとか言っちゃってるけど非実現の王っていうこいつなんですけど、何ですかそれは。こいつね、2722で、イリュージョンのロードです。ロードかイリュージョンロード。いやーちょっとロードね一応イリュージョン呪言つきます。いや呪言ついたとて状況打ってこないし、そこにましてやピン状況いやさすがにないんじゃないかな。急にあれなんか盤面がいっぱい。でもパワーあれこれめちゃくちゃパワー上がんないですか？上がんないか。1で1しか上がらないのか。イリュージョン1体増えるのと一緒だから扱い的にはほぼ弱いっすね。ついちゃった。あれ弱いっすねこれ。ダメだと思うんだよな。ダメかもしれないです。それ7もいかないレベルになっちゃうんだよなこれ入れちゃうと。まあであと今言った話でウルザとちょっと似てるんじゃないかと思う方もいらっしゃると思うんですけど、一応ウルザの方は、もうロングプランで、オータンっぽい感じなんですけど、ウルザの場合は殴るプランがないので。殴るプランないですね。ウルザはもちろん当然強いんですけど。ウルザの場合はだってほら冬の補充しかないから基本的にこっちはいっぱいウルザはほぼ冬の補充にできているっていうめちゃくちゃ、ウルザは強いんですけどね。ウルザは強いです。ウルザは強いですが、差別化要素としては、ウルザはロックしてきて、基本的なコンボ決めて勝つデッキですが、これはロックして、殴り切るというデッキになります。そうですよね。はい。じゃあ、殴り切るということが、いかに強いかっていうのをちょっとアピールしつつ、はい。こんな感じでリクエストにお答えしていきますんで、もちろん、リクエストしていただくとありがたいんでしてほしいんですけど、こういう風にちょっと変わった上の方でいきませんかみたいなリクエストでもお答えしていきますんで。ただなんでしょうご満足いただけるいただけましたかね。これ大丈夫ですかね。どうかはちょっと不安があります。でもこの構成にすれば一応僕たちだったらこの構成で8、9で戦うぞということで、はい。こんな感じのデッキ紹介になりました。はい。ということで、本日の動画は以上になりますね。はい。おしまい。